すっとんきゅうり干しの奥深く。そこにはかつて5人と1匹が掘り当てた小さな温泉があった。宇宙兄弟の鉄仮面兄が言った。あれから僕らはあの小さな温泉を少し大きく遊びやすいようにしたからみんなで見に行こう。湯気の向こうに広がるのは静かに増築された温泉。名前はポテント湯。泡宇宙の奥深くに誓いのように眠っている。ふてねクッションさんは湯船に浮かびながら完全に沈黙。その沈黙は湯気と誓いの間に漂っていた。投げやりナゲットくんは湯気で転がりながらぽつりとつぶやく。僕、これ、誓いより好きかも。すっとんきゅうりくんは湯気の中で目を細める。この温泉、なんか地球の風に似てるね。鉄仮面兄は湯気の奥を見つめながら答える。風は戻る場所を知っている。次男の天井を仰ぐ者は湯気の上限を見つめていた。湯気の上限が見えない。三男の違いを告げずに発信する者は泡の記録を続けていた。その記録は沈黙の中で静かに積み重なっていく。そして鉄仮面兄がつぶやく。地球へ戻って僕らの住む風の番峠遊びに来ないか。大抵そこの番峠茶屋にいるからお茶をご馳走するよ。その言葉は湯気の中で誓いのように響いた。ふてねクッションさんは何も言わずただ湯船にぷかりと浮かんでいた。そして彼らは地球へ戻ることを決めた。再会の誓いは泡ポップ的ふてねと転がりの中で静かに交わされた。湯気の奥で茶柱が一つそっと浮かんだ。地球へ戻ったすっとんきゅうりくんたちは風の番峠を目指して歩き出した。番峠の茶屋には湯気のように静かな時間が流れていた。宇宙兄弟の3人はポテンとお茶を入れていた。鉄仮面兄が。おかわりどうぞ。天井を仰ぐ者。茶柱が上限に違いを告げずに発信する者。記録しました。茶柱泡の中にて浮上。すっとんきゅうりくんは湯気の奥で微笑む。急須でお茶を入れてもらうのは久しぶりです。投げやりナゲットくんは転がりながら尋ねる。僕、また転がっていいんですか？ふてねクッションさんは茶屋の隅でふてね中。その沈黙は茶柱の浮力とよく似ていた。鉄仮面兄が。そっと言う。後悔しないスイーツも食べてみるかい？棚にはプルプルの誓いを胸にしたスイーツたちが並んでいた。彼らはスイーツ。けれど、ただ甘いだけではない。それぞれが後悔しないという誓いを胸に、プルプルと待っているのだ。豆腐きなこさんは、タンパク質で誓っている。言葉は少ないが、芯はある。ところてん師匠は、酸味の泡に乗って転がってきた。その転がりには、経験がある。ゆば姉さんは。静かに層を重ねて待っている。その沈黙は優しさに近い。抹茶仙人は苦味の中に誓いを見つけた。その深さは風のように静かな。寒天坊やはプルプルしている。けれど揺れの奥に確かな芯がある。彼らは語らない。ただ誓っている。
誓いのないものにも、プルプルは優しい。湯気の中で茶柱が浮かぶ。その瞬間を誰かが記録している。そして、ふて寝クッションさんは、寒天の上で静かにふて寝している。ソースのメニュー表が広げられる。甘さ、酸味、香ばしさ、未知の泡味。すべてが選ばれるのを静かに待っていた。そして今まで言葉を発していなかった宇宙兄弟の三男が湯気の中でぽつりとつぶやく。もう甘いもので後悔はしないのだ。その言葉は茶柱のように静かに浮かび、誓いの湯気の中へそっと溶けていった。風の番峠には今日も静かな誓いが流れている。ふて寝と転がりとプルプルの泡の中で。そしてまた会える。風が戻る場所を知っている限り。風の番峠茶屋は当たり前のことを言っただけで静かに画面の外へ流された者たちが集まる場所。そこでは雑草と呼ばれた人々が湯気の中で誓いを立て直し、プルプルのスイーツに癒されている。ふて寝クッションさんもその一人。誰かにバンされたその日、茶柱が静かに浮かんだ。それは誓いは泡になっても消えないという峠の風の教えだった。現実と架空が混じり合うこの茶屋で、誰もがふて寝と転がりの中でもう一度何かを誓うのだった。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ボタン、そしてベルマークの通知も合わせてよろしくお願いします。